習して疲れたので近くのスタバに休憩に来ました。スタバに入るの4年ぶりくらいです。田舎にはスタバなかったんですよね。焼き芋のやつを飲みました。美味しかった。相変わらず価格に手こずってます。自撮りしながらって難しすぎる。手帳に水滴がついちゃったので一応巾着ポーチを下に敷きました。この日の手帳は持ち歩き用のトラベラーズノートだけにしました。ポップアップに行ったのでトゥードゥーリストにチェックを入れてます。最近プロッターに書いてる日々の雑記用のリフィルもこのトラベラーズノートに入れ替えて持ってきました。万年筆で書いてるのでポーチに万年筆も1本だけ入れてきました。ここは多分インスタのストーリー更新してるウォッチでのオタ活だったので、興奮してもねストーリーを更新するしかないっていう悲しいオタクですこれからあるオタ活では視聴者さんやフォロワーさんと現場で会ったりできるのが楽しみです。携帯いじりすぎて全然手帳タイムが始まんない。本当にね暑くて疲れ切ってたのでなかなか動き出せません。やっと手帳タイム始まりそう。M5 のところに書くときには後ろのライツは外して使ってます。今はデイリーの雑記リフィルに電車移動からポプストに行ったことまでを振り返って書いてます。銀座に来るのもオタク系のポップアップイベントに行くのも初めてだったのでめちゃくちゃこの日興奮しました。またね別の動画でもポップアップイベントの感想とか Vlog 上げようと思ってるんだけど、ここでもちょっと話していいですか入場待機で一番乗りだったので他の人が来るまでに売り場の前の待機場所で写真をいっぱい撮ってました。大きい画面で推しを見れるの最高でした。推しと推し縫いを一緒に撮るの楽しすぎて、こういうことしてるとね全員分縫い欲しくなっちゃうね。これ今回のグッズで一番気になってたミニハンガークリップ、実物見て受けました。なんか大きさがねこんな感じで結構ね大きくて、これ何に使うんだろうと思って買った人何に使ってるのかな。グッズを飾る場所がある人はこのまま飾れば可愛いんだと思うけど、私はねグッズを飾る場所がないのでこれは買いませんでした。今までグッズを買うときは通販ばっかりだったから何気に他のメンバーのアクスタとかグッズを見るのが初めてだったんですよね。アクスタとか1個1000円だったから他のメンバーのも買おうかなとか思ったんだけど、今月ねちょっとスキズ関係の出費がとんでもないことになっちゃうので諦めました。我慢しました。このポプストに行った日が東京ドームのライブのチケットの当落の発表日だったんですけど、私チケット1枚取れました。スキズに会えます。私やばくない？めっちゃ嬉しい。コメントで当選祈願してくださった視聴者さんたちのおかげです。本当にありがとうございます。まだファンクラブ選考の申し込みあと2回できるタイミングが残ってるので、まだまだ当選祈願お願いします東京ドームの開催3日間あるので3日全部行きたいんですよ。東京にいつまで入れるかわかんないので、いるうちにね行っとかなきゃっていう感じなのでお願いします皆さんのパワー分けてくださいドラゴンボールみたい、元気玉パワー分けてくださったら会場でねなんかソンムル的なものプレゼントできたらいいなと思ってるのでよろしくお願いします。マジでねアイエンアイエンのね今回のツアーのソロ曲がとんでもなくやばいので、それ生で見れるんだと思うと今からねワクワクドキドキが止まんなくて、肝タ今出ちゃってるんだけどやばい。
どうしよう、倒れるかも見たらライブっていうものに行くのも5年ぶりくらいかな。しかもホールとか、あとライブハウスのライブしか行ったことないから、ドーム規模のライブってどうなるんだろうと思って、今から11月までいろいろ調べて、持ち物とかちゃんと準備して、で体力もつけて挑もうと思います。おしゃべりをしてる間に雑記書き終わってました。あとはライツにもやることリストを書いてるので、それにもチェックを入れてます。また雑記書こうとしてる。この後にどこに行こうか考えてるところだ。この時に書いてた雑記写真撮ったので載せときます。こういうの本当はその場で撮ればいいんだよね。忘れてた。スタバでは3枚書いて、その後帰ってから夜中に5枚書いてました書きすぎ。こんな感じでシールを1枚貼って万年筆で文字だけで書いていくのが私好きでよくやってます。こういうの書いた後には動画で撮ってインスタのストーリーズにアップしてるので、よければ見てください。ハイライトにもまとめてます。そんなこんなでスタバでの手帳タイムいつの間にか終わってたので、また次の場所へ行こうと思います。ここからはまた字幕です。